どうも、きすみです。こちらは、南京錠です。この南京錠は、見てこれ。ここに数字のダイヤルがあって、ここを任意の数字に合わせることによって、ロックが解除されます。ちょっと待って、これ何枚やったっけこれ。ちょっと忘れた。ちょっといい例があったので、これを使いたいと思います。このように、任意の数字に合わせると、ロックが解除されます。そして、はめて、ぐちゃぐちゃな数字にすると、ロックが外れなくなります。で、過去に 3D プリンターでこのような南京錠を作ったんですけど、これだと5個しかダイヤルがないので、10万通りしかないです。要は10万通りやっちゃうと解除されちゃうんですよね。で、やっぱり今の時代だともうこんなんさ、簡単に解除されちゃうんですよ。10万通りだとね。そこで、今回思いつきました。この桁を一丁通りにしてしまえば、さすがに簡単に解除はできないでしょう。やりたくなったら止まりません。ということで、早速、一丁通りの南京錠を作ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい。一丁通りにしようとすると、もうダイヤルの数がこんなことになります。つまり、10イコール1丁となります。ダイヤルを12個つけてしまうと、これ1丁通りになるということですね。こんなのもう人力じゃ開けれないよ。ということは、いいってことや。それでは早速作っていきましょう。はい、ということで南京錠の形状こんな感じにしてみました。これを早速 3D プリンターで印刷していきましょう。印刷プレビューです。5時間22分かかります。はい、パッと見だいぶやばいですけど、ここでは何も触れないでおきます。じゃあ印刷していこっか。どげということで完成しました。一丁通りの南京錠のパーツです。うわ、これ見て。でかすぎ。もうなんかさ、こんなさ、なんか皮かハエかなんか取るさ、こんなやつなかった？なんかドアに引っ掛けるやつ。まずは、このトムとジェリーのクリスマスの会に出てきそうなキャンディーのようなものを土台を剥がしていきます。はい、それではパーツの準備ができました。まずは、この南京錠の仕組みをおさらいしましょう。さあ、南京錠の仕組みなんですが、この鍵の部分ですね。この鍵の部分とダイヤルの部分に秘密があります。ダイヤルの部分は、この一部分だけ凹みがありまして、この凹みのおかげでほら、このロッドが通るんですけど、違う番号になると、このように通らなくなります。つまり、任意の位置に合わせた時だけ、このロッドが通るようになってるんですね。違う番号になると、ほら、ここが、見える？これ。ここがね、通らないんですよ。これが南京錠の仕組みです。それじゃあもう我慢できないんで、早速、組み立てていきましょう。やべえ、これ。それでは次に、ロッドを差し込みます。もうこれ刺すん、バリ大変やん、これ刺すん。えぐない？はい、ということで刺さりました。これ番号覚えとかな死やからな。番号ちょっと確認しましょう。はい、番号はこのようになっていますね。9480523171126。これほんまにあっとうか。うわ、外れへん。うわ、怖い。これさ、今から接着剤で止めるから、わからんなったらマジ終わりやからね。これ取れへんなった。取れんなってんけど。オッケー。今これ、噛み合ってる状態からこれ間違いない。番号を確認しましょう。83794120615。待てよ、ちょっと確認しよう。83794120615。これでちゃんと、ちゃんといくね。はい、それではもう後戻りできません。この蓋をアロンアルファで固定していきます。本当はね、ネジでもいいんですけどね、もうホームセンター閉まってるんでね、残念ながらアロンアルファくんで、アロンアルファくんはね、本当に信用できるんで、一度ついたら離れないっていうね、メンヘラのような接着剤ですので、これをちょっともうふんだんにつけて、はい、オッケー！これでいこう。それじゃあ、ロックしまーす。これ、これ1。ほい！つけ！ほら。はい、ロックしました。ロックして、さらにほら見て。数字もぐちゃぐちゃにしてるわ、今。はい！できました。はい、皆さん見てください。できました。こちらが、一丁通りの南京錠です。もちろんほら、ロックがかかっても開きません。前の南京錠と比べても、このもう厳重さが違うよな、これほら。このデカさやからな、これ。前のなんかね、こうやって適当にバーってやったらほら、取れそうな感じするけど、もうこれ無理やから、これ。ほら。ほら、もう絶対あかへんから、こんなんね、解除できるやつおったらね、もうそいつね、宝くじ買った方がええわ。
はい、それでは皆さんお待ちかね。これを、ちゃんとここの数字を回して、ロックを解除してみたいと思います。これ前回と比べてもかなりほら、スルスル回ってめっちゃいい感じ。では、ロックを解除して本当に開くのかどうか調べていきます。では行きます。8、3、7、9、4、1、2、0、6、0、1、5。これで開くはず。それでは行きます。果たして、南京錠は開くのでしょうか。いきますはっおはっはっおはっ開いた一丁通りの南京錠が開きました。この厳重なこのロックの位置、そしてこの一丁通りの中のこのパターンのみ開きますから。素晴らしい。でもこれ、問題点が2つありまして、1つは、もうこれ覚えるんがクソめんどくさいのと、もう1つはこれ、プラスチックなんで、簡単にぶっ壊せます。はい、ということで皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。今回は南京錠を魔改造して一丁通りのもう開かずの南京錠を作ってみました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃ、またねー。